突然ですが、ペダル型のパワーメーターを使っています。主流のクランク型と比較して一長一短あると思うのですが、大体何にでもつけられるし、簡単に付け替えできるのは魅力ですね。その気になればママチャリにパワメをつけることも可能なわけです。今回は試しにうちにある4種類の自転車にパワメをつけて、それぞれの 30km 走行時の効率を比較してみました。ママチャリはないけどね。では全選手入場です。リムブレーキは死んでいなかった。最新の機械式コンポを積んで蘇ったデッドストックフレーム。カーボンロード代表、ソメク、ディアブロ、重量 7.1kg、参考価格80万円。フレームは2010年くらい、その他は2023年。ちょい古いけど軽量さはなかなか。参考価格は当時新品で買ったらいくらくらいかって話で、現在の価値でも購入価格でもないです。ロードバイクはすでに我々が完成している。エントリーロード代表、ソメク、アトム、重量 9.5kg、参考価格18万円。多分2005年くらい、さすがにハブダイナモは外して出場。これもちょい古いけどまあ普通のロードバイクって感じ。何でもありならこいつが強い。グラベルロード代表、キャニオン、グリズル、重量 9.7kg、参考価格45万円。2024年モデル、令和最新設計、ごついけどカーボンフレームだからさっきのアルミロードと重量はほとんど同じ。速度記録はミニベロにある。ミニベロ代表、オリバイク、M10、重量 11.0kg、参考価格15万円。ロード系コンポを使うシティサイクルとスポーツ車の中間的な立ち位置。加えて超豪華なリザーバーは用意してません。コースは近所の直線約 1km を1往復。ケイデンス90付近で時速30から 31km をなるべく維持。天気予報とにらめっこして無風になった瞬間に行います。往復なのは微妙な勾配と微風の影響を排除するためです。データはガーミン経由で1秒ごとのものを取得します。走行抵抗に大きく影響するタイヤ空気圧はタイヤ記載の上限の 80% としました。自転車からはなるべく余計なものは外して最低限の装備にします。でも風が安定する夜間に測定するのでライトは装備します。服装はサイクルジャージとハーフパンツの緩めな感じで統一です。ドロップハンドルのバイクは下半を握って自然な前傾にします。取得したデータはこんな感じです。これはアルミロードのデータです。これを基準として見ていきましょう。加減速の部分はカットして低速走行の区間の平均値を使います。特に動画とかないんで結果を見ていきましょう。最初に比較するのはカーボンロード。参考価格で3倍か4倍くらい差がありますが、どれくらい速いでしょうか？なんかほとんど変わらないように見えますね。速度は一定に保とうと頑張りましたが、多少の差は出ちゃうのでその分を補正します。時速 30km だと空気抵抗が支配的になり、一般的に 80% 前後になります。空気抵抗による必要出力は速度の3乗に比例するので、この2つの条件で補正します。正確な補正ではないので補正量が小さくなるように、基準は時速 30.5km にします。補正式は画面の通りです。損で補正前後はこの通り。一応カーボンロードの方がほんの少し低いパワーで速度維持できていますね。考察は後に回して他の結果を見ていきましょう。グラベルロードのデータ。これも同じに見えるけど。同じように補正かけますね。これが一番早いじゃない。そうなっちゃいましたね。これも考察は後に回して一旦全ての結果を見てしまいましょう。続いてミニベロのデータ。ミニベロで折りたたみね。これだけフラットバーでアップライトポジションです。このポジションはあまりにも不利なので、自然なポジションのものと可能な限り前傾を取った2ポジションで測定しました。こんな感じ。これは明らかに遅いわね。同じように補正して結果を一覧にまとめます。というわけで結果を素直に受け取るとグラベルロードのグリズルとカーボンロードのディアブロが互角。続いてアルミロードのアトム、
ミニベロの降り場行くの順番に早いことになります。なんか納得感がないんだけど。そう出ちゃったんだから仕方がない。考察パートに続く。まず今回の結果の信憑性について検証するために誤作用因について考えます。大きな誤作用因は2つ。1つはパワ目が片足測定なこと。このパワ目は左足のみにセンサーがついていて、その測定結果を2倍にしたものを総出力としています。なので出力の左右バランスが崩れていると正確な結果が出ません。例えば左右バランスが 52%、48% の人なら、センサー側の出力が高い人なら 104%、センサー側が出力が低い人なら 96% の結果になるわけです。同じ人なのに差し引きで約 8% の差です。このくらいの左右差は普通にあるらしいので、絶対値は基本的に当てにならないと思ってください。同じ人がやってんだから測定ごとのばらつきは問題ないと思うんですが、その気になればわざとバランスを崩して結果をコントロールすることさえできます。誤作用因その2は完璧な無風ではないということです。天気予報では風速0メートルだったし、体感上でも無風だったけど、最寄りの気象台のデータを見ると秒速1から2メートルくらいの風速が出てるんですよね。じゃあもっと風がないタイミングでやればいいと思うかもしれませんが、この地域では風がないタイミングでもこんなもんです。気象台のデータで風速1メートル以下になるのはたまに数十分あるかないかくらいです。気象台のは高度10メートルのデータです。地表付近では風速がかなり低くなるので、実際は秒速 0.5 メートル以上は出てないと思います。それでも空気抵抗に打ち勝つための出力は空気の流れの3乗に比例するから、時速 30km の走行中に秒速 0.5 メートル、つまり時速 1.8km の向かい風があれば、空気の流れは時速 31.8km。30の3乗と 31.8 の3乗を比較すると 20% 近い差になります。微風の差は往復で打ち消すようにしてますが、風の状態は刻々と変わってしまうので、最終的に数パーセントの誤差が生じるのは屋外でやる以上避けれなそうです。これらを踏まえた上で結果を見直すと、カーボンロード、アルミロード、グラベルロードは誤差範囲内で今回の測定精度では優越を語れるような差ではないことがわかります。正直アルミロードとカーボンロードでほとんど同じ結果が出るのは予想通りでした。時速 30km なら普通は空気抵抗が8割くらい、さらにその8割のうちの7割くらいが人体由来と言われています。なので乗車ポジションが同じなら全抵抗の半分以上は共通と考えることができるわけです。車体側の空気抵抗もカーボン側は一部のケーブルが内装だったり、申し訳程度にエアロハンドルだったりしますが、正直ほとんど変わんないと思っています。重量の差は？カーボン側は 2.5kg も軽いんですが、平地で一定速度の走行だとほとんど影響しないんですよね。理論上でも 1W も差がないでしょう。コンポの差は？コンポは同メーカーで、カーボン側は10年以上新しいモデルでグレードも数段良いですが、これも残念ですが影響は小さいと思っています。グレード屋根式による進化はほとんど軽量化、多段化、変速性能向上かと思います。メンテも同程度なので、メカ的なロスの差もほとんどないです。というわけで影響の出そうなのはホイールとタイヤの差しか残ってないんです。前輪はアルミロードとカーボンロードで同じものを付け替えて測定してるから同条件です。前輪の構成はアルミリムにパナレーサーのアジリストと TPU チューブ。カーボンロードの後輪は 38mm ハイトのカーボンリムに、前輪と同じくアジリストと TPU チューブ。最高の組み合わせではないですが、そこそこ走行性能を重視しつつコストや運用性も考慮した組み合わせです。アルミロード側の後輪はアルミリムにビットリアのルビーのプロにブチルゴムチューブ。これは完全にコスト重視の組み合わせです。これで5から 10W くらいの差が予想できるし、実際 4W くらいの差が出てはいますが、先ほど言った通り数パーセントは誤差が予想されるので判断できませんね。この2台は価格で言ったら3倍くらい違いますが、
お金かけてるのがフレームやコンポの場合、平地だとほとんど差が出ないってことです。念のため、加速や上りならちゃんと速くなるはずですよ。で、問題児の速すぎグラベルロードくん。タイヤはグラベル用でチューブレスレディ用のタイヤに TPU チューブをぶっ込むなめた仕様です。バイシクルローリングレジスタンス .com のデータから見てもタイヤ分だけでロードより10から20ワットくらい出力が高い結果が出ると予想してたのですが、結果としてはほぼ同じです。たまたま風が有利に働いたのか、内装ルーフィングとかディスクブレーキが想像以上に効いているのか、タイヤと路面の相性が良いのか、若干アップライトなポジションだけど空力的に偶然良い姿勢だったか、いろいろ考えられるけど今回の範囲じゃ分かりません。この部分だけでも後で追試したいですね。最後に折りたたみのミニベロですが、これは誤差範囲を通り越して明らかに遅いです。他の車種と比較してプラス40ワットくらいで、タイヤの影響が3割くらいで残りが空力でしょうか。思いっきり伏せたら10ワットくらい節約できましたが、往復2キロメートルで腕がパンパンなので自然に伏せれるドロップハンドルは偉大ですね。インプレで割と走るとか言ってたくせに。これでも割と走る方かと思いますよ。今回の実験で最大の収穫は、屋外で微妙な差を拾う測定は相当難しいってことです。リフでもプラマイ数%の影響が出るのに、風速や風向きが数分でも結構変わってしまうからです。測定数を増やして平均を取れば信頼できるデータが取れると思うかもしれませんが、風速が比較的落ち着いているのも1から2時間持てば良い方って感じなので、長時間のテストは難しいです。あと単純に大変。まあ2種類に限定すればもうちょっと精度よくいけそうなので気になる部分だけやり直すかもしれないです。さて、結構ふんわりした結果になっちゃいましたが、広告や雑誌のテストも結構いい加減な条件のものが多いです。ボーベアリングメーカーなんて風速7メートルもある日にテストして速くなったとか主張してましたからね。マジ信じない方がいいです。というわけでリテラシーを鍛えて騙されないようにしようって動画でした。そういう話だったの？後ケチらないで両足パワ目を買っとけばよかったなと思いました。終わり。